Hello, everybody. Thank you. Thank you for coming to my presentation, even just after lunch break. And this talk is going to be in Japanese, but I'd like to introduce myself and my company in English first. Okay, let me get started. First, my name is Masato Oba. On the internet, you can find me OHBRYE, Obarai, and I'm currently working for SmartBank. SmartBank is a company to build our payment system and card payment system and banking system. It's a unique point of the company, and we of course use Ruby. And just next slide is the most important part here. We, SmartBank, are the hydration sponsor. Hydration sponsor serves some kind of drinks for you on the second floor, and you can get those drinks. Of course, it's free. Did you hear that? Free. Okay, thank you. Thank you. And to serve drinks, we run 2 servers and 2 to 5 workers, which run in parallel. Yes, it's our endeavors. Okay, introduction is finished, and I'm switching to Japanese. Okay. では、ここから日本語で講演内容に入っていきたいと思います。今回の講演は Unlocking the Potential of Property-Based Testing with Lacta というタイトルで、プロパティングベーステスティングというものと Lacta という2つのテーマを扱います。でこの2つのテーマについて皆さんが今どれだけ知っているかというのを私に教えてほしいと思います。まず、プロパティベーステスティング聞いたことあるよ。私の講演のタイトル見る前に聞いたことあるよという方いますかね。はい、ありがとうございます。多分20% くらいいたんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、80% の方々も安心してください。今日はこのテスティング手法については説明します。で、次に、ラクター聞いたことあるよという方どれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。はい。おそらく、クラゲを動かすやつでしょっていうふうに皆さん思ってるんじゃないかというふうに思ってます。はい。で、99% の方々も安心してください。今日はラクターについては詳しい説明はさほどしないつもりでおります。よろしくお願いします。では、じゃあ、ラクター使ったことあるよ。趣味とか仕事とかクラゲを動かすのに使ったことがあるよという方。はい。ありがとうございます。多分3割いないぐらいなのかなというふうに思います。はい。で、Ruby 会議っていう、結構いろんな Ruby の機能を触るのが好きな方々でもそれぐらいになっているのがどうしてなのかなと思っていて、それはラクターを使うユースケースとか、機械というのがあまり実はないんじゃないかというふうに思っていて、で今回私はプロパティベーステスティングと呼ばれるテスト手法がそのいいユースケースになるんじゃないかという仮説を検証してみたという話をしていきます。よろしくお願いします。今日の流れとしては、まずプロパティベーステスティングを知らない方のためにその機能の説明をします。次にそれがどのようにラクターと関係があるのかという話をして、で3つ目に私が実装したプロパティベーステスティングを行うためのツールの解説、内部の実装だったり機能の解説をしていきます。最後にそこで得られたことを皆さんに共有できればなというふうに思っております。はい。じゃあ早速プロパティベーステスティングってどういうテスト手法なのかということを簡単に説明していきます。まず通常のテストを皆さん考えてみてください。プロパティベーステスティングと関係ないテストですね。これは入力と出力の組み合わせをプログラマーが考えて、それをプログラムに書き起こしてコンピューターが実行する。こういった流れをですね、エグザンプルベーストテスティングというふうにプロパティベーステスティングと対比して呼んでいます。これは皆さん普段書いている通りで、非常に読みやすいし書きやすいし、あとはテストの検証の手法としても優れているので、広く使われているものになっています。一方で、プログラマーが頭の中で思いつかなかった入力というのを試すことができないので、その入力が試されないまま本番にコードが出てしまうと、本番でバグが見つかるといったことがあり得ます。誰でも本番でバグを見つけたいと思っているわけではないので、unexpected bugs、その期待しなかったバグっていうのが本番で発生するバグということになると思います。これをなるべく減らしていきたいっていうのがプロパティベーステスティングのモチベーションになります。では、プロパティベーステスティングがどのような見た目をしているかというと、この右側のコードのようにさっきのエグザンプルベーストテスティングに比較してかなりスリムに短いコードで表現されているかなと思います。ただこの短いコードで大量の入力と大量のテストケースが実行されるというのが面白いポイントになります。これは具体的なツールの動きを見てた方が早いと思うので動画を見てみましょう。はい。ここにテストツールがあるとして、このテストツールがですね、ランダムに値を生成していきます。で、ランダムに生成した値をワーカーが一個一個値を取っていって処理していきます。このようにランダムに生成した値を大量にインプットとして与えていくんですけれども、例えばこのテスト対象が偶数を入力したときに失敗するテストだったとしましょう。
そうすると次に来た42という値ではこれはフェイラーに分類されます。で、一度値が失敗した時にはここの9に残っていたものというのは破棄してしまって42を出発点として、でそこから0に向かう形で値をどんどん縮めていくっていうシュリンキングと呼ばれる処理をプロパティベースドテスティングのツールは行います。このようにして42っていう値で失敗したんだけれども、最終的にプログラマーに対して提示する失敗した値は2でしたよっていう形に出るわけですね。これによってプログラマーはどういう値が最も最小なバグの再現の可能な値なのかということが分かって、非常に便利なツールという形になります。今の動画の中に3つのプロパティベースドテスティングのエッセンストピックが含まれていたので、そちらについてより詳しく見ていきたいと思います。1つ目がジェネレーターと呼ばれるものですね。このコードのここにある pbt.array、pbt.integer というもの。これは整数の配列をテストの入力として与えてほしいという指示になります。この指示を受け取ったら、ツールはじゃあ整数の配列を、空の配列だったり、もしくは大量の値がある配列だったりというのを生成して渡していくわけです。2つ目がプロパティと呼ばれるもので、これは結構最初初見の理解が難しいものなんですけども、テストの対象のコードが満たしてほしい性質というものを表現するものになります。ここはちょっと難しいので後ほどまた詳しく説明いきます。で、3つ目がシュリンキングですね。これもデモに出てきたように42という値で失敗したとしてももっと小さい失敗する値があるんじゃないかということを探索してプログラマーに提示するための機能になっています。こちらも後ほどまた詳しく説明します。はい、でこのような特性を持っているプロパティベーステスティングがどうして優れているのかというと、プログラマーが想定しなかったような大量で多様な値というのを生成して、でそれが実行される。それによって unexpected bugs が見つかっていくというところになります。じゃあこのテスト手法に皆さんが全部のテストを置き換えればいいかというとそういうわけではなくて、エグザンプルベーステスティングと比較したときに良い点と悪い点があるので、ここは補完的な関係になっているというふうに考えていただきたいです。確かに短いコードで多様で大量の入力は試せるんだけれども、先ほどのプロパティというところを記述するところだったりとか、習熟の難しさみたいな点でおいてはプロパティベーステスティングが劣っています。また実行されるケースの数というのが数十倍から数百倍になることがあるので、テストの実行時間というものも遅いものになっていきます。でこのようなところでですね、補完的な関係として一緒にやっていくのが良いのかなと思っているんですけども、このあたりについては今回の登壇では割愛させていただきます。後ほど資料を公開するのでぜひ見ていただければと思います。あとは過去にどんな実績があったかみたいなのもこちらに貼っております。はい、ではようやく Ruby の話をしていきたいと思います。ラクターの話、詳しい話はそこまでしないと言ったんですけども、どういったものかを思い出してもらうためのコードのスニペットを表示しています。このような形でラクター .new に対して与えたブロックというのが並列にパラレルに実行されるというようなものになっています。またラクターに渡せる値というのはこういった形で引数で渡したり、もしくはラクターインスタンスのインスタンスメソッドで渡したりするんですけども、渡せるオブジェクトにかなりの制約があります。でこれについてはですね、公式のドキュメントを参照いただければと思います。結構いろんなものが渡せないというようなものになっています。ではラクターがどのようなケースで優れているかというとですね、キーノートに出てきたような CPU バウンドな処理ですね。でかつその処理単位というのが独立している必要があるんですね。要はその共通のグローバル変数を触ったりしないだったりとか、そういったことを満たすコードでかつ、処理が CPU ヘビーなものというのが非常に有効なものになります。でマルチスレッディングだとこれが解決できなくて、なぜかというと JVL のために並列数というのが最大で1になってしまうからですね。だけどラクターを使った場合には、CPU のコア数分だけ本当に同時にパラレルに処理を実行することができるという形になります。ではプロパティベーステスティングとの相性みたいなところを見てみるとどうかというと、さっきのラクターの do end に渡したブロックをこのプロパティベーステスティングのdo end というふうに並べて見てみるとなんとなくイメージがつかめるのではないでしょうか。テスト対象が満たすべき性質に対して100個とか200個とか値を与えていくんですけども、それぞれの値って別に関係のない値なんですね。直前のテストが成功するか失敗するかとか、直後のテストが成功するかとか失敗するかってことを関係なく実行できる独立した処理単位なので、これらは並列に実行できる、パラレルに実行ができるものなんじゃないかというふうに考えています。加えてプロパティベーステスティングの弱点というふうに先ほど述べたテストの実行時間というところがラクターで改善できるのであれば、これは非常に価値のあることではないかと思って取り組んでおります。こちらも改めて動画で処理のイメージをつかんでみましょう。このような形でテストケースをですね、入力を大量に生成した後に複数のラクターのワーカーが処理をしていくイメージですね。単純に4つのラクターがいれば4倍の速さで実行されていって、先ほどの見たシュリンキングと呼ばれている処理というのも同じように4並列で行われる。そして最終的に一番小さい
失敗する結果として2を見つけ出す、みたいなことが実現できたら面白いのではないかと思って今回トライしてみたというような話をしていきます。はい、ではここからはですね、実際に私がこの仮説ラクターを使ってプロパティベーステスティングを実行したら、面白くて早いんじゃないかというところに対して実装したジェムの話をしていきたいというふうに思います。今回はですね PBT という名前もその通りのジェムを作っています。で、誤解をされたくないポイントとしては、これは皆さんがすでに持っている Example Based Testing に書かれたテストを高速化するものではないですね。加えて RSpec とかミニテストみたいなテストフレームワークを再実装しているものでもないです。なので皆さんが今あるコードベース上に、この PBT ジェムを使って新しくプロパティベーステスティングのテストを足せるといったものになっています。では具体的にちょっとどういうものなのかというのをせっかくなのでデモで見てみたいというふうに思います。はい、ではここからデモに入っていきます。では今回テストの対象としてあるソートのメソッドがあるとしましょう。でこれの中身は気にしなくて OK です。であるソートアルゴリズムがあったときに Example Based Testing でテストを書く場合だと大体このような形になると思います。入力と出力の組み合わせを考えてそれを Example として記述していくという形ですね。はい、で一方でプロパティベーステスティングの場合はこのようにブロックの中にテスト対象に満たしてほしい性質というものを記述していきます。では早速ですねこれを実行していくんですけども、性質とは何かっていうところをもうちょっと補足しておくと、あるソートのアルゴリズムが正しく実装されていたらソートされた結果をですね取り出したときに2つずつ取り出したときに1つ目の値っていうのは2つ目の値以下であるということが満たされていなければソートの性質を満たしていないということになります。ではこれは成功する例なんですけども、せっかくなのでちょっと見てみましょう。はい、成功した場合は何も出力が出ないんですけども、ラクター Ruby 本体が出しているラクターのワーニングが出力されているので裏側ではラクターによって100ケースぐらいが動いているということが分かります。はい、で次の例を見てみましょう。次はテスト対象がバグを持っている場合ですね。これは終了条件が間違っていてソートに失敗するという例ですね。せっかくなのでログを大量に出す barwas true というオプションをつけてこのジェムを実行してみましょう。はい、そうするとものすごい大量にちょっとログが出るんですけども、上から順番に追っていきます。はい、まずテストが失敗したときにこのテストで実行したときの使われたシード値というものが出力されて、これを使うことによって後でテストを再現することができます。また今回の相当のアルゴリズムが問題があってうまく動かなかったんですけれども、これは0とマイナス1という組み合わせによって再現するということを特定できています。その特定する過程においてシュリンクと呼ばれる処理が40回行われたよということが表現されています。でシュリンクの過程っていうのをですね、ここのログに出ているやつを見ると面白いので見てみましょう。ここに失敗した値っていうのの一覧が出ており、その下にこうですね。はい。今回実行したテストケースとしてランダムに生成された値がどんなものがあったかというと、こんな形でですね、まずこの値で実行して成功しました。これも成功しました。で、次で失敗しました。じゃあ、失敗したから配列の要素を少なくして実行してみましょうっていうふうにして、ここで実行される。あとは、配列の中の各要素を0に近づけていって小さくしていきましょうというようなことをですね、こんな形で最近どんどん繰り返していくんですね。で、こうやって繰り返された結果として、最終的にこの0と1という組み合わせがこのバグを再現させる最初の値だということをツールが発見してプログラマーに提示するという形になっています。はい。デモは以上になります。ではここからですね、PBT-GEM のですね、内部の実装がどういうものなのかということについて触れていきたいというふうに思います。先ほどのようなツールを実現するにあたって、どんなそのコードを書いたのかという話ですね。ざっくりとしたアーキテクチャとしてはこのような見た目になっていて、7つのコンポーネントから作られていますが、これらのまず全体像について話していくと、まずユーザーがこの pbt.assert っていうメソッドを呼び出したときには、このランナーの持っている assert というメソッドが呼び出されて、あとはこのランナーイテレーターというやつがテストケースを大量に作ったりとか、それをぐるぐるとイテレーションしていくというようなことをやっています。またテストが失敗したときには、失敗した値を縮小するためのシュリンキングと呼ばれるプロセスをですね、何度か回すというのも全部このランナーとランナーイテレーターの方で責任を持っています。で続いてランエグゼキューションとランディティールズレポーターというものは、これはちょっとあんまり面白いポイントではなくて、プログラマーに対して失敗した結果を報告するために使われているものですね。なのでこういった先ほどのターミナルに出ていたような長いログというのが、これらによって生成されているという形になります。でここから辺からプロパティテスティングの本質的なところをですね、一つ目がプロパティと呼ばれるもので、
プログラマーが pbt.property っていうふうに記述して、テスト対象に対してどういう入力を与えて、結果としてはどういう性質、プロパティを持っていてほしいのかというのを記述するパートがこちらになります。で最後に末端にあるのが、これアービトラリというふうに呼んでいるんですけれども、テスト対象に与えたい、値の性質というか種類ですね。整数であったりとか文字列であったりとか、そういったことを記述していきます。でこの中で特にアービトラリとプロパティについては結構内容的に面白い実装になっているので、そこを掘り下げていきたいと思います。はい、でアービトラリのコードの中身はこのような見た目をしていて、ちょっとどこから見れば迷うと思うので図示しながらいきます。はい、まずプログラマーとしては pbt.integer っていう形でこのクラスメソッドを呼び出すんですけども、その時に必要であれば最小値ミニマムとか最大値のマックスというものを与えて、でそれによってこのインテジャーアービトラリというものの内部に最大値と最小値を持つような形になっています。であとは外からジェネレートが呼び出されたら、その最小値と最大値の間でランダムな値を生成して返すという形になっています。でまた先ほど見たようなシュリンクと呼ばれる処理っていうのも内部にアルゴリズムを持っていて、例えば数値の例でいうと、この引数にターゲット0っていうのがあるんですけど、この0に向かってどんどん値を近づけていく、半減させながら近づけていくみたいなアルゴリズムを持っています。インテジャーの場合は0に近づいてるんですけど、配列の場合は要素数を減らすであったりとか、あとは要素の配列の中身の要素を小さくするみたいな再帰的なシュリンクというのが行われます。これ以外にもいろんなアービトラリというのがあって、インテジャー、シンボル、アスキーキャラクター、アスキーストリング、あとはブーリアンとかいろんなものですね。こういったものを30種類ぐらいこのツールでは提供しています。で次の面白いポイントはですね、アービトラリーを組み合わせることができるということなんですね。シンプルなアレイとシンプルなインテジャーとかを組み合わせていくと、どんどんネストしたアレイだったりとかネストしたハッシュみたいなものを作れていくわけですね。実際皆さんが書いているコードをテストするためには、難しい入力が必要かもしれないので、そういったものをタプルを作ったり、あとはキーが X で値がシンボルのハッシュを作ったりとか、あとはこの中のA101 のどれかの値だけを入力したいみたいな時に、そのOneOfというアービトラリが使えたりします。そしてアービトラリのそうですね、めちゃめちゃ一番面白いところとしては、このマップフィルターアービトラリというものもさらに内部的には存在していて、あるアービトラリが生成した値にある関数をアプライして、でまた別の値を作ってそれをジェネレーターとすることができるってわけですね。実際は皆さんが例えば Rails のコードとか書いてたらユーザークラスとか自分の自前のクラスとかを持ってると思うんですね。でそれに対して与える入力としてこのアービトラリを使ってあげて、あとはこのマッパーを使って変換してあげて自分のテストで使いたい入力に切り替えてあげるとか、あとはいらない値をフィルターでオミットしてあげるとか、そういったことができるツールになっています。で次のポイントがプロパティですね。はい、でプロパティはプロパティベーステスティングのその中核を担うコンポーネントではあるんですけれども、内部の実装は実はそんなに複雑ではなくて、先ほど見たようなユーザーが定義したアービトラリーと呼ばれるものと、あとはユーザーが定義したプレディケイトと呼ばれるそうですね、テストの性質を記述しているものというのを内部的には、インスタンス変数として持っているに過ぎないという形ですね。で外側のランナーからジェネレートとかシュリンクの命令が呼び出されたら、それを、単純にアービトラリに対してデリゲートしているだけという形になります。で実際のテストの実行するためのメソッドもこいつは持っていて、run というメソッドと runInRactor というメソッドを持っています。シンプルにシーケンシャルに実行したい場合であれば、この run によってユーザーが定義したプレディケートというブロックをコールするだけ。でラクターの中で実行したい場合は、ラクターのブロック引数としてプレディケートブロックを渡してあげる。こういった形で並列処理が行われている形になります。で今回ですね、こういった設計コンポーネントの並び方にしたのはなぜかという形なんですけども、実はプロパティベーステスティングを行うツール自体は Ruby にも過去にも存在はしているんですね。ただ一方で構造的にある部分を並列処理に適した形にするのがすごく難しい実装になっていたりとかしたので、今回私はゼロから構築することで局所的に並列処理できる場所を切り出すような形の設計にしてこのようなデザインをしています。はい、ここからは PBTGEM のですね、先ほどデモで見た部分を含むんですけれども、ちょっと自慢みたいなところ、機能自慢をしていこうかなと思います。まず1つ目がですね、テストをちゃんと再現できるツールでありますよということですね。これはちょっと当たり前に思えるかもしれないんですけども、プロパティベーステスティングのツールを謳っている他のジェムとかでも、実はこの機能ないやつとかあったりはします。これ内部的にはすごくシンプルで、ランダムに対して与えているシードを固定することによって、生成されるランダムな値っていうのを決定的にデターミニスティックにしてくれるというものになります。2つ目がバーボーズモードですね。これさっきデモで見たやつで、シュリンキングのイメージちょっと湧きづらかったとは思うんですけれども、あのような形でテストツールが
テストに対する入力を徐々にこう小さくしていくっていう過程が見られるので、ちょっと面白い機能としてつけています。そして3つ目がですね、複数の並行並列処理、コンカレント、パラレルの処理をサポートしているという形ですね。これは利便性というよりかは、本当にこのツールが元々の課題を解決したのかっていう仮説検証のために作ったものなので、後でベンチマークを見てみましょう。で、最後ですね、ここはちょっと結構難しいポイントなんですけども、R スペックのエクスペクトとか EQ みたいなマッチャーをですね、このラクターの中で動かせるようにしたというのが実は面白いポイントになっています。で、これ何が面白いのかという話をちょっとするんですけども、難しいのがですね、例えば R スペックのit の中にエクスペクトとか beyond っていう書くのは、これ完全に合法な形になっていて、これ何かっていうと、この do end の間のスコープっていうのは、R スペックマッチャーをインクルードしているクラスのインスタンスだからですね。なので、エクスペクトとか beyond が呼び出せる。一方で、このラクター .new に渡しているブロックって、これセルフがラクター自身になるんですね。なので、エクスペクトとか beyond っていうのを書いてるけども、実際にメソッドを呼び出そうとしたら、ノーメソッドエラーに普通はなるんですね。なぜならラクターの外側で定義されているものなので。はい。でかつ、その外側の情報とかをですね、渡したいっていう時に、Rubyist の皆さんだと、クロージャー、ブロックを作って渡したりだったりとか、あとはバインディングを使って渡したりみたいなことを考えられると思うんですけども、この2つはラクターの制約上、そのシェアラブルなオブジェクトじゃないので、これは渡せない、できないんですね。で、過去にそういったものを解決するツールって何かなっていうふうに探してみたら、実は結構身近にあって、パラレルジェムであったりとか、あとは2021年の Ruby 会議でビニーストックさんが発表されていたテストツールみたいなもの。これどうやって解してるかっていうと、ラクターに渡すのは定数、シェアラブルなオブジェクトなんですね。クラス名だったりとか、メソッド名だったりとか。で、これを渡した上で、ラクターの中でセンドして呼び出してあげる。こんな形にすると、任意の処理っていうのをラクターの中で実行することができるという形になります。はい。結構ややこしいんですけども、これを実現するための方法はもっとややこしいのでどんどん飛ばしていくんですけども、まずユーザーがこの定義したプロパティのブロックの中に書いてあるやつですね。これはツールを作っている私の方では知ることはできなくて、どんなテストを書くかはユーザー次第のものですね。で、これを取得して、で、あるクラスを動的に作って、で、その中にそれを定義してあげればいいので、まず、ユーザーが書いたコードを取得するために、プリズムを使って、で、この中身を取得します。動的にプロパティっていうメソッドが呼ばれたら、そのプロパティっていうメソッドのブロック引数であったりとか、ブロックの中身のボディの文字列を取得して、で、それをクラスイバルで評価して、で、新しいクラスを作って、PBT のネームスペースの下にあるクラスとしてセットしてあげるみたいな形ですね。そうすると、ユーザーが定義したテストコードを持ってるクラスとメソッドが出来上がるので、それをラクターの中に渡してあげて、センドしてあげればよいというふうに考えました。で、これで最初もう勝ったと思ったんですけど、負けていて、R スペックの中ではですね、結構オートロードが使われていて、で、今、ラクターの中でそのリクワイアがそのスレッドセーフじゃないという問題があって動かなかったりするんですね。なので、この機能をオンにするときには、事前にビルトインのマッチャーとかをですね、ツールの方でロードしてあげる必要があったりだったりとか、あと、右ちょっと頭抱えたんですけども、R スペックマッチャーの内部で、モジュール変数とかクラス変数への代入みたいなのがあるんですね。これもラクターの中で動かすコードとしては、違法なものになっていて動かないって形です。なので、この処理を一旦メインラクターじゃないときはスキップして、でメインラクター側で、ツール側で呼び直すみたいなことをやったりとかしています。で、最終的にこれをやることで動くようになったんですけども、若干ちょっと危険だったので、エクスペリメンタルラクタールスペックインテグレーショントゥルーという長いオプションをつけないと動かないようにはしています。で、今回ちょっと得た教訓としては、我々が普段書いているような、これだけの短いコードであっても、ラクターの中で動かすとき、結構な難しいシーンというのがあるんだな。特にユーザーにその任意のコードを書かせるとなると結構な難しさがあるなというふうなことを感じたという話でした。では、ようやくですね、ベンチマークですね。もともとプロバティベーステスティングの弱点である速度という面についてどうなのかという話だったので、そこを掘り下げていきます。で、詳細は後ほど資料を見てほしいですけども、今回取ったベンチマークはこのようなものになっていて、ラクター、マルチラクター、マルチプロセス、マルチスレッド、あとはシーケンシャル処理の4つを比較しています。で、注意点としては、ラクターの場合は、生成のコストとして実はあんまり気にせずに、テストケースの数だけ、例えば100個のテストケースがあれば、100個のワーカーを作るというふうにはしていて、プロセスとスレッドはちょっとオーバーヘッドでかいのかなと思って、内部的な実装ではコア数に制限しています。なのでRuby3.3 から入った MN スケジューラーを有効化した状態でベンチマーク取ったんですけど、おそらくそこはあんまり結果に影響を与えてないものかなというふうに思います。
でテストの対象としてどういうものを選定したかというと、シンプルに IO バウンドでも CPU バウンドでもないものっていうのを選択して、でまず一つはそれを単純に実行するだけ。でもう一個は失敗するようなテストをやってます。でなぜ失敗するのが重要かっていうと、先ほど見たシュリンキングっていうのは失敗するときは発生する処理なので、そのシュリンキング処理が起きることによって速度にどんな影響があるのかを見たかったという形です。であとはそうですね、CPU バウンドの処理と IO バウンドの処理を書いて、それらを実行した結果がこちらになります。はい、イテレーションパーセカンドベンチマークを見ると、突き抜けてるやつがいると思うんですけど、これが実はですね、シーケンシャルな処理という形になっています。ですね、これとですね。で、ですね、ちょっとでかいので小さくしてみるとこのような形になっていて、結論から言うとラクターが勝利できたのはCPU バウンドの処理だけという形になりました。はい、若干ちょっと予想通りではあったんですけども、このような結果になっていて、それ以外はシーケンシャルなマルチスレッドもマルチプロセスもマルチラクターも使わないようなものというのが一番高速にテストを処理することができたという形になっています。はい、で面白いポイントとしては、マルチプロセスとマルチスレッドの2つはどのケースでも勝てなかったので、今回の私のツールについて言えば、そのシーケンシャルな処理か、もしくはラクターを使うかっていう、2択のところまで絞れたというところは面白かったなと思っております。そうですね、最大5倍速くて、最遅で194倍ぐらい遅いという形ですね。はい、これちょっと遅い理由とかも分かっているんですけども、そちら割愛します。でこの結果を受けて、私が今実装している PBT というジェムのデフォルトのワーカーは今シーケンシャルなものに実はしています。なので複数のワーカーがいない形にはなっています。ベンチマークを取った結果としてそれが最も速いものだったのと、あとは先ほど見たようにそのユーザーが書くコードのテストの対象がラクター互換かどうか、ラクターで動くかどうかっていうのを気にしなくてよいからというところで、そういった理由を選ぶ形にはなりました。はい。ではここまで見たところでですね、今回のような仮説検証のためにジェムを作っていろいろ回してみたというところで、どういった発見があったのかという話をしていきます。一つ目は今直前に見たようなベンチマークのところですね。ラクターがテストツールとして、特にプロパティベーステスティングツールとして有効だったのがどういうシーンかというと、CPU バウンドな処理を行っているところだったと。2点目としては、ラクターを現実世界で使うときの難しさみたいなところについても今回いろいろ考えさせられたというところですね。はい、なので、今回タイトルにあったプロパティベーステスティングの可能性を解放するという目的について言うと、部分的にしかちょっとできなかったというような成果報告になります。一方であるケースにおいては5倍ぐらい早かったですね。ただその5倍ぐらい早いケースというのは2つの状況を満たさなきゃいけなくて、1つ目がCPU バウンドな処理であることと、もう1つが動かすコード対象というのがラクターで動くコードでなければならないことというところですね。はい。で2つ目のそうですね、ディフィカルティーズのところについてはもう少し言いたいことが考えていることがあって、去年の佐田さん、ラクターの作者の佐田さんの発表の中で、いくつかラクターを使っていく上での難しさみたいなお話をされていました。でこの中で佐田さんは特にインプリメンテーションイシューに取り組まれているとは思うんですけれども、私みたいなツールを作ったりする側の人間としてはエコシステムの課題みたいなものが結構大きいのかなというふうには感じています。例えばシンプルな例で言うと、ラクターの中で NetHTTP を使いたいってなった時に、標準でついてくる NetHTTP ライブラリの中身がそのラクター互換になっていないだったりとか、それを発見した時にじゃあその互換になっていない部分を外側に出してラクターで動く部分を探っていこうというふうな形で徐々に縮めていくと、別のジェムでまたラクター互換でない問題が見つかるという形で結構繰り返されていくみたいなことを今回経験しました。去年の関さんの発表でも似たようなことがおっしゃられてたんですけれども、我々が普段書いているようなコードとか、使っているコードベースというのがラクター互換じゃないというところが結構難しいポイントの一つでした。で最後にですね、そういったところに対するちょっと思いみたいなところを話すんですけども、現状このラクターインコンパティブルなラクターで動かないコードが大量にあるコードベースがどうなっていくといいのかなということを少し考えまして、大きく2つあるんですけど、1つがあるコード Ruby のコードがあったときにそれがラクターで動くかどうかってパッと分からないわけですね。これはどんなコードだってもそうだと思うんですけども、でそれが何かしらの形で分かる何かが欲しいなというふうには思っています。それは例えばあるジェムがあって、そのジェムがもうラクターで動かないことが分かってるんだったら、そのジェムのコードに入った瞬間にもうレイズして終わってほしいみたいなふうには使っている側としては思ったりはします。あとはその静的な解析だったりとか、CI みたいなものだったりとかによってそれが明示的になっている状態っていうのが望ましいのかなと思っています。で2つ目が、これは今回やってみて発見だったんですけども、ラクターで動かないコードを見つけたときにそれをアップストリームにパッチすべきなのかどうかっていうことが実はあんまりよく分かってない、個人的に分かってないだけなのかもしれないですけども、いろいろ探したときにこの
あなたのジムが動かなかったのでラクターで動くようにしましたよみたいな例を一度も見たことがなくて、それに対するポリシーとか方針みたいなものがちょっとあると実は良いのかなと思っています。個人でメンテナンスジムであれば、私のジムはラクター互換にしますよとかしませんよってことを個人が判断すればいいんですけども、そうじゃなくてRuby の本体だったりとかスタンダードデフォルトバンドルジムみたいなもの、さっきのネット HTTP とかタイムアウトみたいなもの、ああいったものたちもそのラクター互換にこうなっていくべきなのかどうかみたいなところがちょっとわからないと思っていて、このあたりがちょっともっと議論されていくといいのかなというふうに思っています。はい。で最後ちょっと宣伝なんですけども、今回結果としては、このラクターによって並列的にプロパティベーステスティングを実装するというジムを作りましたと。で結果としてその並列処理の恩恵みたいなのがめちゃめちゃ受けられるツールではなかったんですけども、シンプルにプロパティベーステスティングを皆さんのテストに追加したりとか、興味ある人が試せるツールにはなっているかなと思うので、ぜひ皆さん興味があれば試してみてください。はい。では、本日の発表は以上となります。スマートワンから来た大場が発表いたしました。後ほどまたドリンクブースでお会いしましょう。はい。